健康のためにはどんな作物を食べたらいいの？未来を担う子どもたちにどんなものを食べさせたらいいの？皆さんはスーパーなどで食品を買うとき、オーガニックや有機といった表示を気にしていますか？近年では特に食べ物に気を使いたいという人も増えており、衣類や化粧品などもオーガニックにこだわっている人がいますよね。その反面、オーガニックは体や環境に良いって言うけど、科学的根拠が曖昧なんだよね。単なる意識高い系のファッションなのではと思っている人がいるのも事実です。私たちが食べたい本当のご飯ってどんなものなんでしょう？今日はどんな食材が体や環境に良いのか一緒に考えてみましょうね。まずはこちらの2つの大根の写真を見てください。皆さんはどちらが健康的な野菜だと思いますか？左の大根は葉が青々して大きく、葉っぱの数も多く見えますよね。その反面、右の野菜は葉の色が淡く、葉っぱもそれほど大きくありません。一見青々とした立派な葉を蓄えた左の大根を選ぶ人が多そうですが、正解は右の大根なんです。その秘密は土の中にあります。こちらの写真は慣行栽培と呼ばれるごく普通の大根です。主に化学肥料の力を借りながら栽培する現在主流の農法ですね。窒素、リン、カリウムという三大栄養素がふんだんにまかれるので、植物はその栄養素を吸ってぐんぐん育ちます。特に窒素は植物の生育を助けるとともに、見た目も良くなる即効性が特徴です。一方、右の野菜はオーガニックや自然栽培と言われている農法で育てられた大根です。慣行農法のように地表近くに栄養素が十分にないため、植物自身が水分や栄養を求めて根を深く張っていきます。地中深くに根を張ることは空気と水の流れを良くし、その結果土壌菌が住みやすい環境を整えることになります。地中深くでは土壌菌が微量なミネラルを植物の根に受け渡したり、ビタミンを分解合成したりして植物に与えます。その一方で地上では日光と二酸化炭素を原料に光合成が行われ、ブドウ糖が作られます。このブドウ糖の一部は根を通じて土壌菌に受け渡されます。まさにお互いが仲良しの関係、つまり美しい共生関係が作られているんです。肥料や農薬をふんだんに使えば植物はぐんぐん育ちますが、土壌菌との共生関係は崩れ、結果的に植物が持っている本来の力は発揮されなくなるんです。オーガニックな作物と化学肥料を使った作物の色素や香りといった機能性成分、いわゆるファイトケミカルの違いを見ても、自然の摂理を大切にして育った野菜の方が高い栄養を含んでいることがわかりますよね。さらに多様で豊かな土壌菌は作物を通じて私たちの腸内細菌も豊かにしています。実は根と土壌菌の関係は腸と腸内細菌の働きにとても似ているんです。腸内細菌は体に必要な栄養素を分解し合成することで腸に受け渡しています。さらに腸内細菌は免疫を司っているので、セロトニンなど幸福感を与えるホルモンを作り出す働きにも関係しています。近年増えているアレルギーや心の病は土壌と腸内の環境に原因があるとも言われています。そう、豊かな土壌は私たちの健康な心、体を支えているんです。これはほんの一例で、
私たちの健康への影響はまだ研究成果が少なく、特に菌の働きについてはまだまだわからないことの方が多いのです。菌の声を聞くことは健康や幸福になるための糸口なのではないでしょうか。もちろん科学やエビデンスも大事です。しかし科学では大自然の摂理のほんの一部しか説明ができていないんです。私たちは人知をはるかに超えた自然の摂理への恐れや尊敬の気持ちを忘れてはいけません。土壌と作物で働く自然の摂理を大事にして体と環境の健康に取り組む農家がいます。島根県江津市の農家半田孝之さんです。半田さんは島根県江津市で農薬と肥料を一切使わずごぼうや米などの作物を育てています。最初は農薬というものを使いたくなかったんですね。でじゃあついでに化学肥料もやめたら有機栽培っていう言葉で呼べるようになったんで、その20年ぐらい前に法律が決まってそういうふうになったんで、最初はいわゆる有機栽培というのをやってたんです。始めて5年ぐらい経った時にいろいろ経営で突き当たった壁があったんですね。それが3つありまして、1つはごぼうって収穫した後しばらく保管してると美味しくなるっていう野菜なんですよ。じゃあってうちのごぼうを保管してると腐っていくんですよね。でそうすると経営的にもいろいろと不利ですし、で今度はもう一つはね、ごぼうって連作ができない作物の代表的なこれ野菜なんですけど、本当にできないんですよ。5年空けないと6年空けないとっていう。3つ目でね、これがとにかくショック受けたことがありまして、過敏症でいろんなものが食べれないお客さんがいて、でその方がうちのごぼうなら食べれるかもしれないって言って来られて、で食べてもらったんですよ。でどうでしたかって聞いたら、すいません食べれませんでしたと。でそれでもう何が何だか分からなくなってっていう。で今後どうしようかなって思ってた時にちょうど自然栽培の勉強会が出雲の方で開かれるって聞いたんで、それに参加して、でそしたら、その講師先生が全部肥料やってるからだと、その有機肥料やってるからだと、もう一切やめちゃえばもうこの3つ全て解決するんだよっていうようなことを言われるんですね。それで試し始めたっていうのがきっかけです。2年に1回作付けをするようになりました。2年に1回で育ちます。でごぼうって2年で種がつくんですよ。種をまいて2年後に種がつくんです。だからサイクルでいくと2年おきに植えるといいのかなっていうことで2年ごとに植えたらちゃんと育つようになったんですよね。やっぱり肥料が効いてる場合と効いてない場合では腐りやすさ全然違いますので、となるとやっぱり土が自然な状態で育ったものが、そういう腐りにくいものになってるんだろうなというのは実感しますよね。肥料を一切やらずに一方でできたものは収穫する、収奪してしまう。でこの繰り返しですから、だんだん栄養というか、土の中の養分って土壌分析すると分かるんですけど減っていくんですよね。で現に減ってるんですよ。ここなんかもあんまりめぼしい栄養分ないんですよね。でも育つ。だから本当に肥料やめた途端そうなったんで、そんなに逆に言うと肥料ってそんなに悪さしてたんだっていう、驚きですよね。オーガニックで大地とつながり、栄養と美味しさを子どもたちにも届けたい。そんな思いを形にしてカフェを運営する農家もいます。なおファームの深町直子さん。農薬や化学肥料を一切使わずに野菜を育て、ランチや加工食品を提供しています。なおファームカフェではなおファームで今採れてるお野菜、畑で採れてるものをとにかく皆さんに味わってもらいたいっていうところで、野菜もりもりのプレートとか作ったものをご提供させていただいてます。うちも農薬化学肥料を使わずに、あんまり有機肥料も入れない低投与で、できるだけ地域の循環の中での肥料作りだとか土作りとかそういうのにこだわってるんですけれども、
そういったものをこう味わってみてもらいたい。その健康がなんとかあれとかの前には食べて美味しいとか楽しいとか、そういうふうに思ってもらうことが一番本当に伝わるんじゃないかなって思って、自然に生かされてると思うんですよ。人間って自然をどうにかしてやろうとか、たくさん作るためにたくさん肥料をあげたりとか、無理なことをしたりとか、そうするのってすごく人間の勝手っていうか、そのエゴというか、虫を殺せばいいんじゃなくて、草も薬で枯らせばいいっていう、そういう考えにはならないんじゃないかなと思うんですよね。だからすごくもっと自然に敬意を持って対応すれば、自然にオーガニックの農法になるんじゃないかなっていうふうに思っています。草や木とか石にもこう神様が宿るっていう八百万の思想的なところもあって、なんかそれとオーガニックってもう本当に結びつくと思うんですよね。なんか自然に生かされて感謝するっていうその気持ちで、畑とも向き合うとか食べ物に向き合えばおのずと健康につながるんじゃないかなっていうふうに思ってます。さて、ここまで健康のためにはどんな作物を食べたらいいのか考えてきました。どうですか？オーガニックが体に良いこと分かってもらえましたか？ただ、国産オーガニック野菜の流通量は 0.5% 以下と言われています。例えば人参が1000本あればわずか5本だけ。これが現状です。政府も生産者も国を挙げて増やしていこうと努力をしていますが、そう簡単ではありません。食料自給率 38%、農家の平均年齢も70歳に迫る危機的な日本において、食料安全保障を支えているすべての農家さんに感謝します。その上で、もしあなたの身近に自然の摂理を大切にする生産者やオーガニック食品を扱っているお店があるなら、大地とつながり、体と地球環境の健康を取り戻す運動にぜひ加わってほしいと思っています。健康のためにどんな作物を食べたらいいの？未来を担う子どもたちにどんな食べ物を食べさせたらいいの？あなたはどう感じましたか？自然の力、自然の摂理に従って、もっともっと健康になりましょうね。